Now we reach chapter 9, The Plot. ほんまに風間の親父がそう言ったんか？ああ。一体何が目的なんだ？事件に絡んでいることだけは間違いねえんだが。どうした？まだ痛むのか？いえ。兄貴、俺には何が何だかわからなくなってます。あのヒゲの男、どうして俺を助けてくれたんでしょうか？親父を撃ったやつなのに、どうして俺を？リキヤ、お前は一旦沖縄に帰れ。え？俺はこっちでまだやることがある。だがお前には今やるべきことがなくなったはずだ。でもいいから言うことを聞いてくれ。今はまだあの絵の男が俺たちの敵なのか味方なのかわからない。今は沖縄に帰って崎や朝顔の連中の面倒を見てやってほしい。わかったか？はい。どうした？何？白鵬会の会長が？おい桐生、どうも白鵬会の峰が直接お前に会いたいとここに来ているようなんだが。まさかカムロ町の地下にこんな場所があったなんて驚きです。それで俺に話とは？ああ、すみません。実は今回のごたごた、うちの組も少なからず影響していたので、その責任をと思いまして。責任？ええ。カンダ。これはどういうことだ？くそ、キリュウの野郎、絶対許されへん。何済ました顔しとんじゃ、大峰。なんとか言うたらどうなんじゃ、大黒。兄貴、ここはうちの事務所ですよ。少しは気遣ってください。しゃがじゃボケ。己がチンタラしとるからキリュウのアホがうちに攻め込んできたやろがい。幹部会で言ったでしょ。別に俺は桐生さんに牙向けるつもりはない。あなたが喧嘩ふっかけるようなことするからこんなことになるんです。はあ？己みたいな西洋かぶれの説教なんじゃ聞きたないんじゃくら。おい峰、己んとこの兵隊とかね、うちに回せや。それで俺がキリュウの首取ったら、そうなったら俺が7代目や。お前も若頭ぐらいにしたら。本当に状況の見えない人だ。なんやと、もっぺん言うてみや、こら。あなたが今壊したコレクション、全部で10億は下りませんよ。
それがどないした。己は金だけは腐るほど持っとるやろが。金の問題じゃない。その価値がわからないことが問題なんですよ。なんやと。成り上がりの分際であなたに一つ言ってなかったことがあります。私、こう見えても結構強いんですよ。みね。あんたとの縁もこれまでだ。俺は桐生さんに義理通してきます。ここで殺すな。これ以上部屋を汚したくない。はい。おいみね。おいみね。みね。神田のような男、必要以上に大きくしてしまったのは私です。手洗い方法を取りましたが、錦山組の一件、これでけじめとさせてください。私は今のうちに登場会の直系を集めて事態の収拾を図ります。浜崎に関しても白鵬会で行方を追っています。まあ探したところで見つからないでしょうけど。奴の行き先に心当たりでもあるのか？ええ、おそらく日本にはいないでしょうね。どういうことだ？ジャカ日本支部の総統だったラウ・カーロンが死んだ。当然中国のジャカ本部は黙っちゃいません。ラウと共に行動していた浜崎は彼らの手によって拘束されているに違いありません。浜崎以外の組員は横浜港から死体で上がったという話ですしね。ジャカが。どちらにしても白鵬会が手を出すまでもなく浜崎組は消滅するでしょう。私としては中国と戦争にならないようジャカ本部と早々に手打ちするつもりです。そうか。桐生さんは崩壊しかけた登場会にとって今一番必要な人です。くれぐれもお体にお気をつけて。それでは。ミネ、お前はそういう教育をされたのか？どういう意味ですか？内輪の落とし前、大悟がそんな付け方を命令するかってことだ。多分しないでしょう。だったらお前。だが命令する大悟さんはいない。この落とし前、私の判断、私のやり方です。それに桐生さん、こういう事態を招いた責任あなたにもあるんじゃないですか？大悟さんに以前聞きましたよ。沖縄で養護施設を営んでらっしゃるんですって。のんきな人だ。自分が背負った立場が分かってない。ボランティアでもされている気分なんでしょうね。意味のないことを。偽善だ。何？とにかく私は私の判断でドライに行動します。やり方はどうであれ、私は大悟さんの意思を継いでいるつもりですよ。ミネ、お前。つまり私の行動の全ては登場界の未来のためにあるということです。大悟さんもそれで納得するはずです。そのためには阻害するものは全て排除します。たとえそれが
身内であろうと。私には分かりません。どうして大悟さんがあなたみたいな人を大事にしているのか。ミネ、お前何か見失ってるぜ。何をです？それは俺がいつか教えてやる。あなたから教わることなんか何もありませんよ。Didn't think Mine was the kind of guy to slaughter one of his own like that. Pretty effing brutal. Wouldn't you say, Kiryu-chan? At least Kanda's out of the picture. And Hamazaki's probably fish bait by now. Meaning it's all over. Everyone who was trying to rub you and Daigo out of the picture is finished. Yeah. Well, not exactly. Hamazaki was a traitor, there's no question about that. And thanks to the snake flower, he and his family are no more. But that doesn't mean this is the end. There's still that man who looks like Kazama. I doubt he would have put a bullet in Daigo just for the hell of it. Meaning someone's probably giving him orders. That's the only explanation for him shooting Nakahara and stealing the land deed too. He can't be working alone. Hamazaki's the most obvious suspect, since he was after control of both the resort and the Tojo clan. But if this Kazama guy was working for Hamazaki, why would he go out of his way to save Kiryu and Rikiya? There are still a ton of question marks here. Kiryu, I'm gonna try to find out what happened to Hamazaki. Florist, do me a favor and look into Mine and the Hakuho Clan while I'm gone. Mine? At this point, Tojo leadership's been practically decimated. Majima and Mine are the only two left standing. You implying I got a horse in this race? If I was, I sure wouldn't have said it to your face. Alright, I'll see what I can dig up on the Hakuho and that Kazama look-alike. Speaking of Kazama-san, his family is leading this now that Kashiwagi-san is gone. Think you can step up in his place, Majima-san? Oh, and be careful. I'm sure some of the other families will try to take advantage of the power vacuum this creates. Sure. You got it, Kiryu-chan. Kiryu, let me know the second you learn anything. I will. Well, all that's left to do now is put this plan in action. We'll be in touch. Guess I got a date with the Kazama family. First things first, I've got to make sure Rikiya gets back to Okinawa. The least I can do is see him to a taxi. Alright, Rikiya, it's time for you to go back. Yeah, come on, I'll take you over to a taxi. If we leave now, we should be able to get you on the next flight down. It's okay, Aniki, I can go on my own. Barely any time has passed since the Snake Flower Triad tried to murder you, Rikiya. You shouldn't be out by yourself. Not yet. Yeah, I guess you're right. Let's go. So now we're back at it for more. This is part 13 of Yakuza 3. We're now in chapter 9. I told you I would get this done. Seriously, I would. But anyway, yeah, if you enjoyed this, my videos, let me just say, before we continue, I want to say if you enjoy my videos, please be sure to like, comment, share, subscribe, and click the bell. Sorry if these are late because cutscenes. To my 45,797 subscribers, if you enjoy what I do, hitting that sub button helps. I want to grow this channel, and you guys can help make a difference. Besides, liking the video also helps with the YouTube algorithm. If you don't believe me, well, it's actually kind of true. Believe me, it actually is true. 100% flat out true. But also, the watch time for it has not changed in the slightest. Seriously, it has not changed. Well, just for July, that is, but I'm going to wait a little while before I bring that up. But for the month of June, 78% of our watch time is from non-subscribers. The rest are from subscribed. And if you haven't subscribed to this channel yet, you should do so. I know you guys like watching my older stuff, but they're not going away. It would really mean a lot if you can watch the new stuff now. Now, with that out of the way, let's get to upgrading. Besides, last time we went through hell and back just trying to get this done. Time
Time for us to unlock the tortoise spirit. Well, looks like we're going to be acting more of our heat gauge. But I'm going to unlock this. Yep, it also unlocks the Kamaki fist reversal. And a second read strength. I'm going to unlock this one next. Quick stand as well as heat gauge max. But sadly, however, I can't even level up if I tried. So yeah, let's go. Besides, right now we're going to get Chapter 9 done. I do apologize for it because, yeah, that last part was short. Very short. Rikiya should go back to Okinawa. I'll see him off to a taxi. Unlike Yakuza 0, Kiwami, and Kiwami 2, Yakuza 3 is not as long. It's like 12 chapters. But I want to make sure I get them all out of the way before then. But there's like plenty more that we gotta do. There you go. Another locker key. Didn't think I'd be doing this in first person. But I also want to train to make sure I get stronger. Because the rest of the game from here on out, it's not playing around. At all. I'm doing this on normal because no way in hell am I doing it on easy. That would make things a little less bearable. My daughter's getting to that age. I'd sure love to see her get married soon. But I want her to marry somebody with an honest job, not some crook like me. She deserves a normal life. What about that guy? What's his name? Kohashi-kun? He's president of that cell phone software company. I feel like he'd be a perfect fit. Kohashi? Nah, he's no good. Huh? Why? That company's one of the fronts for the Hakuho Clan. It may look legit, but it's totally run by the Yakuza. You mean Kohashi's working for Mine? Wow, I had no idea. I guess you really can't judge a book by its cover. Yep, that's a scary thing, you know? I know, let's go. It's daylight. Yeah, I didn't really think we'd be making a whole lot of progress. By the time after Yakuza 3 ends, guess what? This place won't be around much longer. It'll be replaced as Kamurocho Hills. Yup, Crouching Tiger, Hidden Mac. This one's in Nakamichi Street. Alright, let's go. Guess this is goodbye for now. Rikiya, this taxi will take you to the airport. Make sure you get on your flight, okay? Aniki, I'll be fine. Just make sure Nakahara and the kids are safe. After all, we still don't know who we're up against. It sounds like this whole thing's out of the Tojo clan's hands at the very least. And with Nakahara still in the hospital, you're the only one those kids can rely on. Same goes for the Ryudo family. They're all counting on you, Rikiya. Right. I won't let them down. Anyway, guess it's time for me to go. Try keeping yourself out of harm's way. Okay, Aniki? Yeah, I'll be home soon. What's up? Kiryu Kazama だな。そうだ。あんたは防衛大臣のタミヤだ。タミヤだと。俺が沖縄の件で堂島大吾と関わりがあったということは知っているな。ああ。1年前にあんたの秘書のトーマから聞いている。そうか。だが堂島大吾が倒れた後、東上会内部にいる鈴木とつながっていた勢力が再び動き出してしまった。それで俺は急いで BMD 基地拡大法案を通さなければならなくなった。どういうことだ？あんたが法案を通そうとしたからリゾート開発が再開したんじゃないのか？想定外の敵が仕掛けてきやがったんだよ。それで俺も動かざるを得なくなったんだ。それで一体俺に何の用なんだ？あんたに頼みたいことがある。リゾート開発を再び止めるということか？そうではない。だが結果的にはそうなる。何を言ってるんだ？リゾートと基地拡大はワンセットなんだろう。リゾートがなくなればあんたの法案も通らないぞ。ことはそんなに単純じゃないんだ。とにかくあんたがまだリゾートの土地買収を止めたいと思っているなら議事堂まで来てくれ。
議事堂だと。ああ、ミレニアムタワー前に迎えをやるから、その車に乗って俺のところまで来てくれ。いいだろう。俺もいろいろなことをはっきりさせたい。What could Tamiyama want with me? And who's that third party he mentioned? I knew there was more to this than just some internal Tojo clan feud. I should let Date-san know what's going on. What's the scoop, Kiryu? Date-san, I just got off the phone with Tamiya, the Minister of Defense. What? Why would he want to talk to you? I wish I knew. Either way, it looks like someone from the Tojo clan is pulling the strings in all this. Tamiyama also mentioned some kind of third party being involved. He asked me to come to the Diet Building to talk to him in person. I'm about to head over. To the Diet Building? How are you going to get there? He's sending a driver over. Apparently we're meeting in front of the Millennium Tower. Wait, Kiryu, take me with you. Are you sure? Of course I'm sure. So, want to meet up outside the Millennium Tower? And risk making Tamiya's driver suspicious? Probably not a good idea. Let's head over there together, okay? Where are you now? At Serena, as always. I'll see you up front. Indeed. As if things are not more messed up enough. Now we gotta head to the Diet Building, of all places. First things first, I gotta head to the drugstore, and so that way we restock on items. I also have to head to Nakamichi Street. Yeah, right here. Because in Chapter 9, I gotta unlock the next one. Not much here. Trust me, they're just gonna just show up and you have to challenge them like it was a Pokemon battle. Huh? Yep, here we go again. Really? You're gonna add new weapons in the mix? Oh my god, why would you do that now? How about this? Get down. Expect this to happen again in Yakuza 4. One of these days I'm gonna try to implement that like a running gag. Let's head in here. We need to stock up on stamina royales. Expensive as hell, but worth it. Hey, what's this guy? Does he even know I'm here? Yeah. Oh yeah, grammar error. Nice, we can deal out more damage. But that's not going to make much of a difference now, is it? Well, that's the end of that.
An old magazine? Why are you giving me that? Now for this next one, you have to go to the south end. That's it? Is this the guy? Not again. Thought it would work. Gotta make sure I deal as much damage as possible. There, where is it? There's the south end. That guy. Oh, I already let you off the hook, man. Come on, where is it? The essence of terror. Do I have to use a YouTube video to figure this out? Aha! And the south exit. No, that's the entrance to Peak Street. Wait, no wonder! There it is. Hello. あれは。よろしくお願いします。お願いします。はい。どうぞ。はい、お願いします。あれ？え？何？何これ？どうしたの？ Huh. Flee, flee are the secret of dealing with crowds. ひらめいた。典型が。 Huh.
Another revelation. I saw a charismatic woman passing out tissues and, well, that's all I'll say. This was 10 times more amazing than any CG effect I've seen. Oh, definitely worth a look. Go and see her for yourself if you're up in Kamurocho. We learned the essence of terror. Now it's time to meet up with Date-san, because we're going to head to the Millennium Tower next. Not again. Do we really have to do this? Dude, you broke the sign. That's stupid. Done and done. Kiryu, what took you so long? Sorry, Date-san, I got here as fast as I could. Don't worry about it. Gotta say, though, Tamiya ringing you up is a pretty unexpected development. Yeah, hopefully meeting him will clear some things up. Also, and don't forget that Tamiya is one of the biggest political figureheads in the country. Who knows what he could be planning? In other words, we should be ready for anything. You about good to go? Yeah, let's do it. Great. Time to swing by the Millennium Tower, then. Relax, we're making it through. Ah, here we go again. Come on. Whatever. What a waste. A Japanese diver's watch? Wow. Well, guess we're ready to do this now, aren't we? Ah, he must be Kazama Kiryu-san. Yeah, and you're Tamiya's driver, right? Actually, his secretary. You may call me Higashi, sir. And you're from the media, yeah? Yup. Name's Date from the Keihin News. Used to hang my hat with the Force, though. That's how I know Kiryu. I'm sorry, sir, but I'm afraid I can't allow a reporter to... Now hold your horses. What we have here is a prominent government official arranging a private meeting with the ex-chairman of a major crime syndicate. If you don't let me come, I'll have to write an article based on that info alone. And who knows what kind of conclusions I could draw from that. But... Sorry, but I think it's for the best if you let Date-san come with us. We promise he won't write about anything he hears today. Right, Date-san? Yeah, sure. Very well, then. Please get in the car when you're ready, sir. Alright, let's go. Very well, sir. Just get in the car, we'll be on our way.思っていたより若いな。そっちは
京浜新聞社の伊達だ。鈴木と登場会の癒着を追っていた。あの有名な元刑事の分野か。お前らも一杯やるか。いや。お前、沖縄の例のリゾート予定地で養護施設をやってるんだってな。ああ。それが原因で堂島大吾も土地買収の話を断ったそうじゃないか。何が言いたい？お前とこの民谷隆三、互いに利害が一致してるってことだ。どういうことだ？お前はあのリゾート開発が止まればいいと思っている。ああ、そうだ。俺もあのリゾート開発が止まればいいと思っている。なんだと？あんた何を言ってるんだ？あのリゾートがなければ、あんたは基地拡大法案を通せないんじゃないのか。そうだな。だがそれはもういいんだ。もういい？なぜ？簡単だ。あの法案、俺は初めから通す気がなかったからだ。なんだと？聞かせてくれ。沖縄の基地拡大とリゾート開発、その全てについて。俺もお前たちに頼みたいことがある。何を聞きたいんだ？Sorry about that. Had to take care of something. Anyway, let's continue. What should I ask about? Let's start with this. The purpose of the military expansion bill. あんたの沖縄米軍基地拡大の本当の狙いってのは何なんだ？俺の本当の狙い、それは世界で暗躍する組織の正体を暴き、その組織を潰すことだ。利権絡みのマフィアか何かか？そんな簡単なもんじゃない。俺が追いかけているのは通称ブラックマンデーと呼ばれている組織だ。ブラックマンデー？それってあの伝説の武器密輸組織のことじゃないのか？さすがは分野だ。よく知ってるな。1987年、あの世界大恐慌の引き金になったニューヨーク株式市場の株価大暴落を裏で操っていたとさえ言われる武器商人アンドレ・リチャードソンを中心とした武器密輸集団、通称ブラックマンデー。俺はその正体を知るためにあの沖縄米軍基地拡大を仕掛けた。ブラックマンデーの正体を知るためだと？どういうことだ？知っての通り、基地拡大の最大の目的は日米で共同開発する BMD の配備だ。その開発の裏では超単位の金が動いている。設計図だけでもとてつもない価値を秘めているんだ。とてつもない価値？日本の最先端の技術とアメリカの兵器開発のノウハウの結晶。沖縄の基地拡大法案による新 BMD 配備は他のどの国が逆立ちしても売ることができない最強の防衛兵器の誕生を意味する。実現すれば中東を含めたアジア一帯の国々は今後十数年日本に手出しすることはできない。そんなものが沖縄に？日米共同開発の BMD は世界の防衛バランスを変えるほどの代物なんだ。と一応世界的にはそういうことになっている。一応だと？ああ、そうだ。そういった風評があることが重要だったんだ。どういうことだ？
世界最新の兵器開発。それを欲しがる奴らが動き出すってことだ。まさかその欲しがってるやつってのがブラックマンデー？その通り。世界中に武器を売りつける武器密輸組織ってのは常に最先端の技術を欲している。もしその技術が日米以外の国に流れたら世界の防衛バランスを崩壊させるほどの技術。奴らが指を加えたまま見ているはずがない。新 BMD はブラックマンデーをおびき出すための餌ってことか？沖縄の基地拡大法案はあくまでそのブラックマンデーってやつを誘い出すためのダミーだったと。ダミーとはいえ俺は本気で法案を通す形が必要だった。そのために俺は鈴木にリゾートの話を提案し、奴に利権を一手に渡すと持ちかけ、基地拡大法案とセットの形で進めてきた。つまり俺以外全ての国民を騙す必要があったんだ。そのくらいのことをしなければならなかったんだよ。だがあんたはもう法案を通す気がないと言ったな。それはつまり。ああ、ようやくブラックマンデーの尻尾をつかむことができたというわけだ。じゃああんたの目的は花から鈴木との総裁選にはなかったってことか？そんなものは小っぱの政治家気取りが欲しがるもんだ。俺には全く興味がない。だがアメリカも関わるほどの大掛かりな作戦、あんた一人で実行できるもんじゃねえだろ。その通りだ。それについても話しておかなければならんな。他に聞きたいことはあるか？ So Tamiya came up with a military expansion bill to lure out an international arms smuggling syndicate known as Black Monday. Their leader, Andre Richardson, would no doubt be drawn in by the BMD system they're proposing for Okinawa. In other words, the only reason Tamiya was so insistent on the military expansion was so he could stamp out Black Monday once and for all. He has to be working with someone, though. Someone with connections to the US Army. That person holds the key to all this. What should I ask about? The man who shot Daigo. 大悟を撃った犯人を知らないか？それは俺にもわからん。そうか。あの風間に似てるって男のことか？素性も目的もさっぱりだからな。ああ。待て、風間だと？そいつが堂島大吾を撃ったのか？何か知っているのか？俺の知っている風間とお前らの知ってるその男が同一人物ならの話だが。教えてくれ。あんたの知っている風間ってのは一体誰なんだ？風間ジョージ。お前のいた東上会の元幹部、風間組組長風間慎太郎の実の弟だ。おやっさんに弟が？知らなかったのか？ああ。そうか。やはり風間は肉親の話をしてなかったのか。やはり？ああ。両親を早くに失った風間にとって弟ジョージは血を分けたただ一人の兄弟。何者にも代え難い存在だったからな。風間にとって弟ってのがそんなに大切なんだったら桐生には話していそうなもんだがな。仲がいいだの悪いだのは関係ない。そういった普通の兄弟関係でいられるような間柄じゃなかったんだ、あの兄弟は。どういうことだ？あの二人は決して交わることのない道に進んだからな。まさか風間の弟の職業って？警察だ。元警察庁長官官房国際部国際課、今の外事課の刑事だった。それってエリート中のエリートじゃないか。エリートか。
まあ元警察官のお前からしちゃそうかもしれんな。だが不思議なものだ。同じ釜の飯を食い、日本という国の未来を共に案じた人間が、片やこうして議事堂の真ん中で昼間から酒をかっくらい、片やアメリカのために必死に動いてるんだからな。何言ってんだ。あんたもしかして。ジョージと俺は警察庁の同期。唯一無二の親友だ。何？あんたと風間の弟が？今回の沖縄に絡んだ一連の事件も、全ては俺とジョージで仕組んだことだったんだ。仕組んだだと？一体どういうことだ？俺が計画の絵を描き、ジョージは組織を使ってそれを実行した。じゃあおやっさんの弟が大悟を撃ったというのも計画のためだったというのか？おそらくは。風間の弟の組織ってのは何なんだ？今も警察の下で動いてるのか？違う。あいつはもう日本の警察の人間じゃない。じゃあ今は何を？あいつはアメリカの CIA、アメリカ中央情報局の極東担当の諜報員だ。他に聞きたいことはあるか？ So Tamiya and Joji Kazama, an agent with the CIA and the younger brother of Shintaro Kazama, are working together to bring down an arms smuggling syndicate called Black Monday. But if that's the case, why did Kazama-san's brother shoot Daigo? I need to know what the CIA is really after here. What should I ask about? The favor Tamiya mentioned. あんたの頼みたいことってのは何なんだ？二人の男を救ってやってほしい。誰なんだそいつらは？一人は俺の秘書だった男、トーマ。秘書だったってなんで過去形なんだ？トーマは2週間前、勝手に俺の秘書を辞めたよ。どうしてだ？トーマは俺の基地拡大法案の裏にある本当の狙いを知ってしまった。だからリゾート開発計画を動かせる男にすり寄った。それは誰だ？極道だよ。何？東上会直系白鵬会会長峰義孝だ。峰が？おい、それはどういうことなんだ？こうなった以上、トーマから峰に秘密が漏れる危険が高い。その前にあいつはトーマの口を封じようと動くはずだ。あいつ？それがあんたの言うもう一人の男か？そうだ。そうならないようあんたに止めてほしいんだ。その男とは？風間ジョージだ。他に聞きたいことはあるか？ Apparently, Toma joined up with Mine once he learned what Tamiya was really after. And now Joji Kazama is trying to silence Toma before he can spill any of Tamiya's secrets. So it looks like I'll need to stop Joji. But why did Toma join Mine in the first place? And what does Mine have to do with the resort? I need to know more. What should I ask about? The CIA. This episode's gonna be a long one, trust me. 風間のおやっさんの実の弟。その男が CIA の諜報員として日本で活動していると。例の武器密輸組織 CIA はあれを追いかけている。俺はジョージと協力してブラックマンデーの尻尾を掴んで潰そうとしているんだ。じゃあ風間の弟は日本の警察を辞め CIA に入り、今はアメリカのために活動していると。ああ。だがそんな奴がどうして次々と謎の発砲を繰り返すようなことしたんだ？やはり大悟や中原といった人間を撃ったのは
おやっさんの弟なのか。わからん。だがその可能性が高い。なぜそんなことを。今回の一件、CIA の諜報員への命令は、1、沖縄をめぐる基地拡大法案に絡んだブラックマンデーの動向を探ること。2、そのために障害となる対象は、そのことごとくを排除すること。排除だ。その任務のために土地買収を断った人間を撃ったと。ああ。だが CIA の諜報員はジョージだけじゃない。すでにお前も何度か命を狙われているはずだ。まさかあの黒スーツの男たち。そう。お前を襲った外国人は皆 CIA が手を回した諜報員だ。お前は沖縄のリゾート開発を中止させようと動いていたからな。それじゃもしかして柏木を撃ったのも CIA だ。おやっさんの弟はどうして日本人なのにそこまでして。ジョージにとって CIA は己の生きてきた人生の全てだ。全て。お前らに話してもわかるまいが、今から30年前、日本という保守的な国家で警察官の肉親に極道関係者がいるとなれば、それだけで迫害を受ける時代だった。ジョージは実の兄が極道、しかも東上会という大組織の顔役であることが原因で、自分の正義を貫くことすらできず警察を去った。そんなジョージに手を差し伸べたのがアメリカという国だった。能力があれば国籍や人種を問わない自由の国で、ジョージは新たな人生を手に入れたんだ。だから CIA のためならばどんなことでもやると。他に聞きたいことはあるか？ So the CIA needed the military expansion bill to stay afloat so they could lure Black Monday out into the open. And it was under CIA orders that Joji shot Daigo for refusing to take my land. Guess the CIA is almost like a second family to him now, after what happened during his time on the force. That's why he's so loyal to the US government. What should I ask about? What's left? Mine! トーマが基地拡大法案を通過させるためにリゾート開発の土地買収を頼んだ先があのミネだというのか。そうだ。その話はおかしいな。死んだ柏木の話によれば、リゾート開発の土地買収を進めていたのは鈴木と風間、それに風間とつながってる東上会の組織ってことになるはずだ。うん。だが事実はそうではない。そもそも2年前の玉城組の土地買収騒動以来、リゾート開発の土地買収は行われていなかった。なんだと？じゃあなんで風間は中原を撃ってまで土地の権利書を奪ったんだ？基地拡大法案を進めるためだ。リゾート予定地の買収が進まなければ、同時に基地拡大法案も止まってしまう。そうなればブラックマンデーの尻尾がつかめない。だから強引な手段で土地の権利書を中原という男から奪い、土地の買収を推し進めようとしたんだ。東上会を使ってか。ああ。CIA は堂島大吾を動かすため、ネックとなっていた朝顔がある土地の権利書を奪い、土地買収の協力を持ちかけた。だが大吾は土地の買収を断った。だから撃たれたのか。そういうことだ。そしてトーマはミネにリゾートの土地買収の話を持ちかけた。トーマはリゾートの利権その全てをミネに渡すという条件で協力するよう求めたんだろう。利権の全てを渡すだと？そんなことしてトーマに何のメリットがあるんだ？
トーマという名前から奴が沖縄の人間だということは知ってるな。ああ、1年前直接本人から聞いた。今から3年前、トーマは沖縄の発展を夢見て政治の世界へと足を踏み入れた。そこでトーマは沖縄の米軍基地拡大とリゾート計画のことを知り、沖縄のためになるならと喜んで働いた。あいつは沖縄を豊かにしたいと話していた。トーマの目的は最初から沖縄の発展しかない。あいつは1年前にリゾートの土地買収とヤクザがつながってることが発覚しそうになった時にも、基地拡大まで共倒れにならないよう俺を東上界の堂島に引き合わせ丸く収めさせた。だがあいつは初めから基地拡大のことはどうでもよくて、リゾート開発計画のことしか頭になかったんだ。じゃあトーマは堂島大吾とあんたを引き合わせた時に東上界の連中峰とも知り合ったというのか。だが奴は1年経って法案がフェイクであることを知ってしまった。だから強硬に土地買収を進められる力を求めて白鵬会にすり寄っていった。トーマと峰は互いの利害が一致して手を組んだんだ。なるほどな。だがあれだけ六代目に忠実だった峰が東上界を裏切ろうとしていたとはな。峰という男はよくわからん。今回の一連の騒動で東上界の事実上のトップはあの男のはずだ。黙っていればより上のポストが約束されているのに何を考えているのか。So Kazama-san's brother and the CIA were promoting the military expansion bill to destroy Black Monday, while Toma and Mine were throwing their weight behind the resort. I think I'm finally starting to see the whole picture here. 沖縄のリゾート計画を続行するトーマとミネ、それに CIA とあんたの目的。ようやく絵を描いたやつが見えてきたな。ジョージを止めてくれ。止める？ CIA の任務を止めろというのか。そうだ。トーマを守ってやってほしい。どうして CIA はトーマを殺す必要があるんだ？奴は知りすぎたんだ。この法案の裏に CIA が関与していることも、そして法案がフェイクだということもな。じゃあ CIA はそのことを封印するために。ああ。俺はトーマを殺したくはない。できればあの二人を助けてやりたいんだ。でもトーマはあんたの計画を邪魔した男だろ。どうして今になってかばうようなこと。強い信念を持った人間はいずれ大きな志を抱く。そしてそれを実現する。俺の恩師が教えてくれたことだ。トーマは純粋でまっすぐだ。あれはいずれ良い政治家になる。でもそれだけで。それだけじゃねえんだよ、伊達さん。ん？このおっさん、食えないやつだが自分の部下を見殺しにできない古いタイプの人間のようだ。そうなんだろ？わかった。今トーマを止めれば土地買収も終わる。おやっさんの弟には返さなきゃならない借りもあるからな。やってくれるか？あんたのためじゃない。俺はただ朝顔を失いたくないだけだ。いいだろう。じゃあお前がトーマをジョージから守ってくれたら、沖縄のリゾート開発は俺の手で完全に止める。約束しよう。トーマは今どこに？
沖縄だ。地元の県議会の議員との会合に向かってるはずだ。日本の極道にもまだこんな男がいたとはな。だが問題はここからだ。何かあったのか？鈴木の SP だ。何？すでに東馬が手を回していたようだ。どうする、桐生？行くしかないんだろうな。そうなんだろう。ああ、そうだ。行くしかない。あの SP とやらどこまでやっていいんだ？あの SP はあくまで鈴木の私兵。好きに暴れて構わん。暴れた責任は取ってやる。一つ聞きたいんだが。なんだ？あんた興味ないって言っていたが、政治家ってのは皆総理大臣になりたいもんなんじゃないのか？じゃあ逆に聞くが、組長ってのはなりたいと言ってなるものなのか？トップとは何かをなし、それを積み重ねてきた人間がいつの間にか勝手になってるものだろう。違うか？確かにな。よし、行くか。ああ。これすげえ数だぜ。だってさ、ここは俺が何とかする。あんたは裏口から出て行ってくれ。なんだと？あんたは記者だ。名刺を見せれば裏から出られるはずだ。だがそれじゃ。もし俺が捕まったら、真島の兄さんにあんたから今聞いたことを伝えてくれ。桐生、頼んだぞ。Guess that means we gotta deal with security guards. Sorry for all that. That was like a massive plot dump. Alright, watch this. Oops. Yeah, I messed that up. Yeah, because there are so many enemies here, this is gonna make things harder. Yeah, that's gonna be a problem. Alright, guess we're gonna have to do this the hard way then. Alright. Why did it not work? I pressed the X button. Okay. Now that's how you do it. The essence of terror. Damn it! Well, two can play that game then. Really? You two? Wow.
Okay, time to speed things along. Anyone else? Come on, man. What the actual F? Good. Thank God that's over. So, どれだけ数がいるんだ。ここだ。おお、よかった。てっきり引き殺してしもうたかと思ったわ。ええから早乗れ。ああ。Either Majima was very brave or very dumb. But I love it all the same. Anyway, that's it for Chapter 9. See you next time for Chapter 10. If things keep up, we'll get this done. As always, if you enjoyed it, like, comment, share, subscribe, and click the bell, and I will see you in the next one. This is MegamanNG signing off. Peace out. And remember, likes, commenting, and sharing help a lot, especially in the algorithm.